こんにちは、長戸です。よろしくお願いします。お願いします。はい。東京のノットの代表の長戸と申します。今日は、こう、インテックスお呼びいただいて、1時間っていうお時間なんで、今日皆さんに、リアルなカットっていうのをご覧いただきたいかなと思うんで、皆さん1時間最後までお付き合いお願いします。じゃあ、モデルさんお願いします。今日のモデルさん、ロングですね。ロングのワンレングスベース。ずっと、やっぱり同じ髪型をしてて、新しい髪型にチャレンジしたいっていうことで、なんで、レイヤーですね。前髪が少し長めであって、前下がりのワンレングス。前下がりというか、水平ラインですね。水平ラインのワンレングスっていうのを、今日前上がりのアウトラインを切って、下からレイヤーっていうのを入れていきたいかなと思います。まずアウトラインしっかり切っていこうかなと思います。今日4、5センチアウトラインを切るんですけど、アウトライン切るときって、皆さんブラントカットで切るか、チョップカットで切るってサロンですごいやってるかなと思うんですけど、僕は3センチ以上切るときは、馴染み良くするためにレザーで切ります。モデルさんにしっかり下を向いてもらうことが大事です。首のところ、皮が少しあったりとか、他の頭皮に比べて肉があったりするんで、どうしてもたるんでしまうんですね。そこをしっかりと伸ばして切ることによって、綺麗なアウトラインっていうのができますんで。はい、しっかりとコーミングしたら、これぐらいの長さ切るんですけど、僕 YS のレザー使ってるんですけど、通常レザーってこっち側行くんですけど、僕は指の下、普通のシザーで切るようなポイントで切ります。こういう感じ。で、このまま前上がりでいきますね。こうすることによってレザーでラインが作れて、さらに肌馴染みがめちゃめちゃいい。後でぼかすのってすごい時間かかるんで、しっかりとね、レザーでアウトラインを切るっていうのはいいですね。ボブとかではよく使います。ロングでこれぐらい長さ切るときってそんなないと思うんですけど、ボブって毎回切りっぱなしボブとかも多いと思うんですけど、シザーで切るとアウトラインぼかすのめちゃめちゃ大変なんですよ。その大変なのが、レザーで切ることによって、アウトラインも切れる、しかも、ぼかすこともできるが一発でできるんでおすすめですね。そのまま上、アウトライン切り進めていっちゃいますね。このままレイヤー入れてってもいいんですけど、より丁寧にやる場合は、アウトラインを決めてから、そこにレイヤー入れてあげると、着地が見えやすいですね。で、小刻みにカットチェア動かしてるのがご覧いただけると思うんですけど、しっかりと溝落ちできる。前下がりにする場合は、全く椅子を動かさないとかもやるんですけど、基本的には、前上がりとかラウンドで切る場合は、こう、切るたんびに椅子を動かすですね。で、アウトライン切り終わったんで、今度サイドの毛いきますね。ちゃんとこう前に持ってきて、三つ襟、ここですね。三つ襟のとこから前に上がってくるような感じでいきましょう。顔周りに今日は動きを出していきたいんで、少しこの前の方が切る量は後ろよりはちょっと多くなるかなって思います。こんな感じでいきましょう。逆いきますね。ちゃんとこの耳の後ろ、ここに毛が絶対溜まるんで、ここをちゃんと前にコーミングしてあげてから耳を引っかかないように。こういうなんか所作ですね。所作の一つ一つっていうのがお客さんの信頼度につながると思うんで、お客さんが不快に思わないコーミングだったりっていうのを心がけてください。レザーって普通にやると痛いんですけど、ちゃんとこうやって指でしっかりテンションかけて押さえてあげると、綺麗にお客さん不快感なくできるかなと思います。こんな感じ。まず前上がりのアウトラインっていうのが切れました。この後に、レイヤーっていうのを入れていきます。で、まず、ここ、三つ襟の毛ですね。三つ襟の毛が出てくると思うんで、C シェイプして、ちゃんと角は取る。これをまずやってから、レイヤー入れていきます。センター取ります。基本的にレイヤーってこれの角度じゃないですか。ロングはまずセイムレイヤーを切ってあげると、それだけで変わったって思うんで、ちゃんとこの頭皮に合わせてセイムレイヤーの角度で切ります。ハの字のスライスにしてってあげて、アウトラインを切らないようにしっかりとやります。で、引き出して、引き出しの角度を小刻みに変えてください。先ほど体の位置を変えるって言ったんですけど、今度は引き出しの角度を変えていく。こうすることによって、ここにレイヤーがしっかり出て、動きっていうのが出てきます。はい。こんな感じ。下段終わりですね。次、中段いきます。で、次、こっから先切る部分多くなります。ワンレングスからレイヤーになってるんで、切る部分がちょっと多くなってきます。また、セイムレイヤーの角度で。で、レイヤーなんで上に変なグラデーションとかが乗っからないように、ちゃんと上が短くなるようなカットっていうのをしてください。引き続きこう、ハの字でどんどん取っていって、こういう感じ、レイヤーがどんどん入ってくる。
感じをお客さんと共有しながらやるといいかもしれないですね。もう同じくなんですけど、しっかりとね、コーミングと、あとは引き出しを。で、肘の角度っていうのが一番大事になってきます。カットは左手です。右手は添えるだけ。左手の角度で全てカットは決まってくるんで、右手はただね、開閉してるだけなんで、全部左を意識してくださいよ。で、トップはちゃんとセミレイヤーになるように、ここの角度ってすごい急なんですね。もうほんと1センチずつ切って、さらにこれを、ちゃんと、角度を毎回変える。このトップのカットっていうのが表面の毛の表現になるんで、ここはしっかりとバツって切っちゃわないようにしてください。切ったら、毎回角度を変える。こんな感じ。バックのレイヤーががっつり入りました。しっかりとね、動きのあるスタイルっていうのができるかなと思います。はい、じゃあサイドいきます。こうやって動きが出てるんで、これの引き続きですね。まず、バックの最後のイヤートゥーのところ。で、ちゃんとアウトライン切らないように下に引いて、このアウトラインから切る。アウトラインにワンレングスを残さないのが、長持ちするカットですね、レイヤーの。このアウトラインの一番下から切って、もちろん穴が開いたら意味ないんですけど、ちゃんとそこにレイヤーが入れられてるかどうかっていうのは大事になってきますね。で、最後、顔周りの毛ですね。顔周りがしっかりと綺麗になるように。はい、0度で引き出して切ります。同じく、角度を毎回変える。トップの毛は、こうしっかりと毎回変えてってください。うん。いいんじゃないですかね。逆サイドいきますね。ワンレンはワンレンの楽しさがあるんですよ。ただ、バツって切って、右と左がもう1ミリも誤差がないとか、あとは、顔周りだけちょっとデザインしてあげたりとかいろんな良さがあるんですけど、レイヤーはこうやって下から繋げていく楽しさっていうのもありますね。これをなんかコントロールできる。あとこのレイヤーの角度もやっぱり表現が変わってくるんで、これをいろいろ自由自在に操れるようになると、お客さんがもっとね、楽しめると思います。こういう形です。もうすべてセイムレイヤーが切り終わった段階なんで、で、ここら辺がやっぱり今0度で引き出してるんで、ワンレンが残ってるんで、ここを引き出して、ここですね。ここに角ができてるんで、これをチョップで落とします。で、あとはトップに出てくる角っていうのをチェックカットしてあげれば完成ですね。ウェットカット終了です。このアウトラインに対してこの上にレイヤーが乗っかってくるパターンです。これで表面にこう動きが出て、カール感とかを足してあげると、より華やかになるかなと思います。じゃあこの後、ブローなんですけど、ブローちょっと後ろでやってきてもらいます。ひょっこりはん。はい、マイクつけてる意味あんのはい。じゃあ、ブローの間、ちょっとお話、お付き合いください。まあ、多分ここにいらっしゃる方はほとんど美容師さんだと思うんですけど、美容師って仕事すごいめちゃめちゃ面白くないですか？すごい毎日が本当に楽しくて、で、お客様に喜んでもらえる。それをすごい、毎日感じてます。で、その毎日が楽しいって思ってることを、他の美容師さんにも伝えたい。多分他の美容師さんも思ってるんですけど、やっぱ共感したいじゃないですか。いろんなこと毎日本当楽しいよねっていうのを語り合いたいし、もう本当ずっとね、美容師を続けていきたいなと思うんで、それで YouTube をついていきます。で、なんで YouTube を始めたのかなんですけど、セミナーっていうのをずっとしてたんですね。国内、海外、いろんなとこ行ってました。本当にいろんなとこ行ったんだけども、コロナがあったんで、すべてキャンセルになりました。お客さんも来ない状態でどうしようかなと思った時に、まあ、とりあえずセミナー用に考えてたことっていうのをやったら、動画にしようと思って。そして、いきなりバズったんですね。外に出られなくても、美容師さんは常に技術向上したいんですよ。でも、やっぱり、ネタがなくなるんですよ。ネタがないと思って、まあ、とりあえずアシスタントが、じゃあカットを教えてくださいって言われたから、何の打ち合わせもなく、ただただモデルさんをレイヤーカットしただけっていうのが超バズったんですね。まあ、世界一簡単なロングヘア切り方。自分たちの発信っていうのはやっぱり、こういうガジェットですね、スマホとかを使えない人にも発信が届くようになりました。なんで、そういうのを継続することですね。やっぱり楽しんでもらう、番組っていうのを、チャンネルっていうのを作って、継続することによって、たくさんの人を幸せにしていきたいかなと思います。はい、じゃあ戻ります。ブローしてもらいました。
で段差入ってます。ただ、この下はレザーで切ってるんで、この馴染みはすごいいいと思うんですね。ぶつ切りのブラント感っていうのはほぼないんですけど、このブラントをチョップで削っていきましょう。で、できる限りじゃないですけど、セニングはすごいすきばさみで適当にやられてる気がするって思われることが多いんで、できる限りシザーでやってあげて、セニングを使う場合はお客様にちゃんとお伝えするっていうのが大事ですね。まあこんな感じでちょっとずつこう、ブラントを取っていく。そうするだけでかなり馴染みのいいレイヤースタイルっていうのができるかなと思います。チョップ入れるときも、レイヤーはレイヤーの角度で入れるんですね。ハサミを下から上に、この、上から入れるチョップだとグラデーションが入ってしまうんで、そういう細かいこだわりっていうのもちゃんと持って、チョップカットするといいですね。これで、この角度で入れていくイメージですね。この角度で入れない。そのためにはちゃんと肘ですね。また、肘を畳む。はい、ブラントが取れました。もうこれだけでもいいんですけど、やっぱり今日切った上の方ですね、レイヤーの部分っていうのが少し重さが出てるんで、ここスライドカットですね。一応ドライカットシザー、片刃です。片方しか刃がついてないんで、滑らせることが容易です。少しずつこうやって取っていく感じですね。で、トップに行くに従って、まあ取る量を減らしたりとか調整しながら、これ何がいいって、セニングと違って何がいいかっていうと、こう指で一本一本束を取ってできるんで、取りすぎることもないし、毎回質感を見ながらできるんですね。それがね、やっぱり、モデルさんとかお客さんの様子を見ながらできるんで、それこはおすすめのカット技法ですかね。今日は前髪はちょっと長めで流れるようにしようかなと思います。流す方向と逆に引き出すのが、まあ、ポイントですね。レイヤーを切ったら必ずここの顔周りっていうのはしっかりとつながるように作ってあげてください。フリーハンドでブローなんですけど、結構これポイントなのが、このクッションブラシでこう最後持ち上げてやるのって美容師さん結構やらない人多いんですけど、これ超おすすめです。ブローが終わった後にしっかりとこのヘムラインの癖、どうしても年齢重ねるとここら辺が散りついてくるんですよ。もみあげもそう、襟足もそうなんですけど、ここをしっかり持ち上げたブローっていうのをしてあげるっていうのが大事ですね。ブローに関してどうしても僕のカメラ機材だとブローを皆さんに見せることがなかなかできないんですよ。マイクの関係で。なんで11月の末ぐらいにカミスマックスっていう動画サイトで自分のブロー動画っていうのが出るんで、それもよかったら見てみてください。じゃあ軽く仕上げて巻いていきましょう。ちょっと華やか系でいきたいんで、もうリバースとフォワードの交互で巻いていきます。ワンレングスだといろんな巻き方とかで変化させなきゃいけないんですけど、レイヤーが入ってると正直毛先ワンカールでもいいぐらいなんですね。縦に巻いたり。で、ここはフォワードカール。で、上段ですね。トップの鉢上も同じくリバースとフォワードで巻いてあげる。
はい、そんな感じで今日はワンレングスの状態からレイヤーを入れました。レイヤーを入れて、しっかりとワンレングスから動きのあるレイヤースタイルというのに変えました。こういう感じ。いいかなと思います。こうやって動きがあるんで、表面の方、ここですね。レイヤーがあるんで、いろんな動きに対応して、どんどん華やかになるし、横ですね。横のボリュームだったりっていうのがだいぶ変わってくるんです。ここら辺ですね。どうしてもベタって下に落ちてたボリュームポイントっていうのを、いろいろ動きを出すことができる。それが今日やった下から切るセミレイヤーのスタイルです。ありがとうございます。じゃあ、はい、モデルさんに拍手お願いします。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、そんな感じでしたね。あっという間の1時間、今日、リアルでカットさせてもらって、楽しいですよね。何するにも、ここでカットするのも面白いし、サロンでやるのも面白いし、僕も何年続くか分かんないですけど、まだまだ続ける予定なんで、やっぱそういうのをね、お客さんに還元できたらいいかなと思うんで。ということで、今日は YouTube から飛び出したっていうと、なんかすごい恥ずかしいですけど、YouTube では見せないような、もうノー編集の、カットっていうのをやらせていただきました。皆さん、ありがとうございました。